もしいつも可愛がっている年派もいかない子供があなたを殺そうと考えていたら、2004年11月22日、アメリカ・テキサス州サンアントニオ。お願い、やめて。ベッドの上で縛られ、手首が引きちぎられるほどの勢いでもがくその女性はダイアン・ティリー。問題を抱えた子供たちが通う学校、ロビンズ・アカデミーの教師でした。ダイアンの知人、ロニー・ジョー・ニールは、たった今から彼女を犯そうとしていたんです。うっせえ女だな。おい、黙らせろ。ロニーがそう合図を送った先には、彼の15歳の娘、パール・クルーズが、子供をこよなく愛する教師のダイアンは、知人の娘である彼女のことも非常に可愛がっていました。その場にパールが居合わせたことに、ダイアンは悲しげな表情を浮かべます。一方でパールはダイアンを睨みつけ、彼女に銃を向けていました。そして確かにこう言ったんです。ねえパパ、なんでこんな女がいいの？私以外とセックスしないでよ。女性を犯そうとする父と嫉妬に狂う娘。あまりにもいびつなその親子関係が築かれた理由とは。父親の横暴な振る舞いはいつしか娘から善悪の判断をする能力を奪ってしまったんです。大卒健ちゃんです。やみこ令和ロマンの車さんが事務所契約解除になったじゃないですか。どうしたの？なんかの番組で車さんが自分に起きたことは全部意味があると。例えばなんか歩いてて人とぶつかったら、ぶつかってきた人は自分のために存在してて、止まって看板とか見てネタのヒントにしてる。で一緒に出てた芸人さんがそこからなんかネタできたので、車さんできてませんって言ってて、ただ意味はねすぐには見出せないかもしれない。今後生きてたら辛いことあるかもしれないですよね。あゆみさんになんか悪口ゲージ前書かれたりとか殴られたりとかさ、あんたあることないこと言うこと私にとって意味あるとは思えないわけですよ。もしね起きたら最悪は意味あるんじゃないかなと。徹底的に徹底抗戦しますけど二重になっちゃったんですけど。でもなんか車さんってすごく真面目な方でさ、面白いこと考えついて面白いことを提供してくれる方だから、なんか吉本っていう一種の車さんにとっての縛りから解放されて今後が楽しみですね。そう逆に楽しみだよね。きっと多分車さんはそれすらも今は受け入れてるんだろうなっていうので、全然別にこのチャンネルと関係があるかって言ったら全くないんですけど、ちょっと改めてご紹介でした。今回はアメリカ・テキサス州で起きた殺人事件をご紹介します。この事件の犯人はなんと15歳の少女とその父親だったんです。何？15歳の女の子ってそれも父親に無理やり加担させられてたんじゃないの？それが娘はむしろ積極的に父親に協力していたんです。子供がどれほど環境に左右されるのかっていうのを思い知らされる事件なんです。ある日の夜、子供好きで知られる教師の元へ一人でやってきた少女。彼女は一見教師に助けを求めに来たように思えるんですが、その訪問には別の意図があったんです。突然の訪問。2004年11月22日、アメリカ・テキサス州サンアントニオ。夜7時、58歳の女性教師ダイアン・ティリーは自宅で鼻歌混じりにワイングラスを傾けていました。彼女はついさっき同窓会から帰ったばかり。友人たちとの昔話の余韻に浸りながらいい気分でお酒をたしなんでいたんです。その時でした。あら、こんな時間に誰かしら。インターフォンの音にグラスを置いて玄関へ向かったダイアン。扉を開けた先に立っていたのは、最近よく家に遊びに来ていた少女、パール・クルーズでした。先生、こんな時間にごめんなさい。ちょっとお願いがあるの。パールがそう言うと、ダイアンはすぐに彼女を家の中に招き入れました。いいわ、中に入って。パールはダイアンの生徒ではありませんでしたが、彼女は子供が困っている姿を見れば、たとえ夜遅い時間だったとしても喜んで応じるんです。それもそのはず、ダイアンは不登校や非行など特別な支援が必要な高校生のためのオルタナティブスクール、ロビンズアカデミーの創設者。その学校の主任教師を務める彼女は、子供に関してはイレギュラーな対応にも慣れているんです。問題ある生徒が通うっていうとさ、日本にもあるじゃない？フリースクールみたいなやつなんじゃないの？似ている部分は多いんですが、オルタナティブスクールは子供の心と向き合うっていう側面が大きいんです。というわけで本日のメトラキーワード、オルタナティブスクールについて。オルタナティブスクールとは、アメリカに存在する通常の学校教育に適用できない生徒のための学校。2000年のデータでは、アメリカには約10900校のオルタナティブスクールがあり、その数は年々増加傾向にあります。オルタナティブスクールに通うのは、不登校になってしまった子供や学力に遅れがある子供、犯罪歴を持つ子供など、それぞれに対応するため柔軟なカリキュラムを提供していたり、少人数制を採用し、個別支援に力を入れているのが特徴なんです。問題を抱える子供たちにとって何より重要なのは心のケア。オルタナティブスクールでは学業指導だけではなく、生活リズムの改善や精神面の安定を図る取り組みが重要視されているんです。オルタナティブスクールの創設者であるダイアンは、生徒一人一人に献身的に向き合う姿勢から奇跡を起こす教師と呼ばれていました。
入学当初は問題を抱えている生徒も彼女の授業を通して卒業する頃には見違えるように変わっていくんです。ダイアンは生徒たちにとって母親のような存在。他の教師には打ち明けられない悩みも彼女には抵抗なく話せる生徒も多かったといいます。そしてこの日、ダイアンの自宅へ訪ねてきたパールも彼女を慕っている子供の一人。すぐそこでお父さんの車が故障しちゃって電話を借りたいの。パールが夜遅くにやってきたため、ダイアンは何か深刻な悩みがあるのではと心配していました。パール自身に悩みがあるわけではないと知った彼女は胸をなで下ろしました。それは大変だったわね。もちろんいいわよ。ダイアンはそう言うとパールに電話を差し出します。そして彼女が背を向けた瞬間、パールはポケットから拳銃を取り出しました。まだ15歳のその少女は実は数ヶ月前からこの瞬間をずっと狙っていたんです。時は遡り、パールが家を訪ねてくる数ヶ月前、ダイアンは街で一人の男と出会いました。芝刈りの仕事をしています。よろしくお願いします。懸命に声を張り上げ、チラシ配りをしていたその男はロニー・ジョー・ニール。ダイアンがチラシを受け取ると、ロニーはすがるような目でこう言ったんです。私はシングルファザーでして、男で一つで娘を育ててるんですが、仕事がなかなか見つからず困ってるんです。どうかお仕事をいただけませんでしょうか。ロニーが身の上話を始めると、ダイアンは真剣な表情で耳を傾けました。その話の中でロニーは生活が困窮しているために娘のパールが学校に通えていないことにも触れたんです。困っている子供がいると聞けばダイアンに迷う理由はありませんでした。ぜひ私の家の庭の手入れをお願いできないかしら。こうしてロニーはダイアンの家に通うように。以降ロニーと親交を深めていったダイアンは彼の娘のパールにプレゼントを贈ることも。親子はダイアンの家で一緒に食事をするほどの仲になり、ダイアンもパールをまるで自分の娘のように可愛がったんです。電話を貸してほしいと言って訪ねてきたその夜、ダイアンに銃口を向けたパール。彼女はこれまで一度も見せたことのないような恐ろしい表情でこう叫びました。撃たれたくなかったら床に伏せな。どういうこと？何が起きてるの？表変したパールを前にダイアンは訳も分からず指示に従います。ダイアンが床に伏せると、パールは彼女に銃を向けたままもう片方の手で裏口の鍵を開けました。すると裏口から姿を現した父親のロニー。彼はにやけ顔でこう言ったんです。よう先生、お人よしは騙しやすくて助かるね。こいつも最初から騙す気でいたんじゃないの？どうして娘のパールはさ、こんな犯罪に協力するわけ？これかなり気になりますよね。パールは父親の影響によって悪いことだっていう認識がなくなっていたんです。行くあてのない少女。事件から2年前の2002年、当時13歳だったパールはもともとは祖母と2人暮らしをしていました。彼女の母親は乱れた性生活を送っており、異なる相手との間に10人の子供がいるような女性。男と遊びほうける生活を続けていた母親は子供全員の親権を剥奪され、パールは父親ロニーの実家に引き取られたんです。肝心のロニーがそこにいないのは彼が刑務所に入っているため。強盗や武器の不法所持など複数の前科があるロニーは刑務所に出たり入ったりを繰り返しており、娘のパールとは13歳になるその時まで会ったことがなかったんです。そしてその日は唐突に訪れました。お前がパールか。俺がいない間に随分でかくなったんだな。刑務所を出所し実家へ帰ってきた父ロニー。成長したパールを嬉しそうに眺めていた彼はこの後彼女を合コンしたんです。決してまともとは呼べない母から離れ祖母に引き取られたパール。悲惨なことに彼女の父親もまたろくでもない人間だったんです。そして年頃の娘であるパールはロニーにとって都合のいい道具でもありました。彼は週末になるとパールをモーテルに連れ出し売春を強要。ロニーは違法薬物を買う金欲しさにそうやって娘を利用するようになったんです。一緒に暮らしている祖母もそのことは知っていましたが口出しはしません。犯罪常習者で更生の余地もない彼のことを祖母は完全に諦めていたのかもしれません。やばすぎるわよ。父親が犯罪者で家族に味方が一人もいない状況ってもう逃げ場がないじゃない、どこにも。ほんとそうなんです。逃げ場を失った彼女は徐々に心を殺していくんです。父親からの仕打ちに嫌気がさしたパールは何度も家出しましたが、まだ10代前半の彼女には行くあてもなく、結局はすぐに父の元へ逆戻り。そうしているうちに彼女は父親ロニーの横暴にも次第に何も感じなくなっていくんです。完全に感覚が麻痺してしまったパールは父親との性的関係も売春もアルコールや違法薬物さえも受け入れるように。そして父に従い続ける日々の中、彼女はロニーの子供を身ごもってしまうんです。私とパパの子供がこのお腹の中にいる。私お母さんになるんだ。
その経験はあろうことか、パールの中に父親への恋愛感情を芽生えさせました。強要される性的関係はいつしか父への愛情表現に変化していったんです。こうして完全に娘を手なずけてしまった父親のロニーは、彼女を出しに使った強盗を画策。オルタナティブスクールを運営するダイアンが子供に優しく裕福であることを知っていた彼は、最初から金品を奪うつもりで彼女に近づいたんです。おいパール、不幸な親子を装ってあの助教師の家に入り込むぞ。完全に父親の言いなりになっていたパールは、その命令に何のためらいもなく従いました。これって要はさ、もう父親に見捨てられたら終わりだって思うような状況じゃない。そんな状況置かれたらもう生き残っていくために、そんな父親でも好きなのかもしれないって思うような状況になっちゃうわよ。まさに防衛本能みたいなものにも思えますよね。そしてこの後パールはついに父親と共に殺人を犯していくんです。愛ある教師。娘のパールが教師のダイアンに銃を突きつけている間に、裏口から家の中へ侵入したロニー。彼はそこからダイアンの手足を縛り付けると、家の中を物色し始めました。その間も娘のパールはダイアンに余計な動きをされないよう常に銃を突きつけ、彼女を見張っていたんです。ロニーはキャッシュカードを見つけると、ダイアンに暗証番号を聞き、一度部屋を出ますが、またすぐに戻ってきました。よくも嘘つきやがったな、このクソ女が。嘘の暗証番号を教えたダイアンに激怒し、銃を乱射するロニー。次嘘ついたらお前の猫を殺す。そう脅されたダイアンは本当の暗証番号を教えるほかなく、今度は娘のパールが ATM から400ドルを引き出します。パール、どうしてこんな悪党の言いなりにさせられてるの？ダイアンはきっとパールは無理やり従わされているものと思っていたはず。この後の彼女の行動を目の当たりにするまでは、散々に家を物色し目的を果たしたロニーは、続いてダイアンを寝室へ引っ張っていくと、彼女の頭に枕をかぶせ、その体を凌辱し始めました。その間も娘のパールはダイアンに銃を向け続けていたのですが、彼女はここから明らかに様子を一変させました。このパパは私のものなのに。そう言って部屋にあったものを手当たり次第にダイアンに投げつけ始めたパール。自分以外の女性が父親と体を重ねていることに激しい嫉妬心を見せたパールを前に、ダイアンは彼女が完全に洗脳されていることを悟ったんです。その後、ひとしきりダイアンとの行為を堪能したロニーは、金品と T シャツ1枚の彼女を車に乗せ、人里離れた農地へ走りました。子供がすごく好きでね、ひどい目に遭ってる子供救いたいって思ってる先生なわけじゃない。もうパールがこんな状況に侵されてるのめちゃくちゃ苦しかったと思うわよ、この先生。本当にダイアンほど子供を愛している教師はなかなかいないかもしれない。彼女は自身の命が尽きるその時まで彼女のことを案じ続けたんです。夜も更けた頃、畑の真ん中にダイアンを連れ出したロニーは再び彼女に銃口を向けた。お人よしの先生、あんたはもう用済みだ。やめて、命だけは。その目に涙を浮かべ必死に命乞いをするダイアン。その言葉はロニーの耳には届くはずもなく、彼はためらうことなく引き金を引いた。焼ける。ダイアンは絞り出すような声を上げもがき苦しんだ。ロニーはその様子を鼻で笑い、さらに4発の銃弾を撃ち込む。ダイアンは体中から血を流し、その場に倒れ込む。しかし彼女は激痛を覚えながらも歯を食いしばり、確かにこう叫んだ。神様、お願い。パールを幸せにしてあげて。ダイアンの切なる叫びと交差するように、夜の畑に最後の銃声が響いた。仮にもね、パールはダイアンを騙そうとしたわけじゃない。そんなパールを最後の最後まで心配するとか幸せを願えるって、そんなできることじゃないわよ。本当ね、惜しい人が亡くなってしまったんです。そしてダイアンの思いは少しでもパールの心に届いていたようなんです。事件の翌日、ダイアンはアメリカの祝日感謝祭に際して生徒に七面鳥を配るつもりでいました。そんな日にもかかわらず、彼女が出勤しなかったために学校の職員が警察へ通報。警察はダイアンの自宅に残されていた ATM の取引失敗の明細から犯人が現金を引き出そうとした ATM を特定。そして近隣のガソリンスタンドの ATM の監視カメラを確認すると、ロニーや娘のパールが現金を引き出そうとしている姿が確かに映されていたんです。翌日、警察はダイアンの自宅近くで目撃されていたロニーたちの車をモーテルの駐車場で発見。モーテルの部屋から盗まれていたキャッシュカードやノートパソコン、拳銃などが見つかり、ロニーとパールが逮捕されるんです。
逮捕後ロニーは犯行について黙秘を続けていました。一方で娘のパールは自供を始め捜査に協力的な姿勢を見せたといいます。パールが自分から罪を認めたのは最後まで彼女の幸せを願ったダイアンの声が少しでも届いていたからかもしれません。2006年2月21日、殺人、強盗、強姦などの罪に問われたロニーに下された判決は死刑、娘のパールは懲役30年の判決となりました。2010年6月12日、ロニーは抗うつ剤の過剰摂取により刑務所内で死亡。死刑の執行を待たず自ら命を絶ったんです。犯罪者の父に利用される日々の中、何が悪かを見失い自らも犯罪に手を染めてしまったパール。環境に恵まれなかった彼女の運命はダイアンのような大人ともっと早く出会えていればまた違ったのかもしれません。もし周りに味方が存在せず唯一信頼できる相手が犯罪者だとしたら、あなたはどのような選択をしますか？